皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中共包囲網におけるインド戦線の動きについて取り上げていこうと思います。前回私はヨーロッパにおける中国排除の動きなどを取り上げてきましたが、ヨーロッパというのは中国と国境は接していません。ですから、経済的な話というものが主となります。一方でインドの話となると中国とは国境を接しています。そしてこの中国とインドとの間には国境線が確定しない地域が非常に広い地域にわたっており、そのために両軍が睨み合って陣取り合戦などを行っているのが日常茶飯事です。問題なのはつい6月にその両軍が衝突し肉弾戦を行うことによって両軍で何十名という兵士が亡くなるという事件が起こりました。双方の国家のトップ同士ではこれ以上紛争が拡大しないようにと話し合いはつけたものの、何十人と兵士が亡くなったインド側では中国への反発が非常に高まっており、インドのモディ首相はこれまでになく対中国政策というものを強めに出ています。今インドでどのようなことが起こっているのか関連ニュースを見ていきましょう。インド係争地で中国軍が挑発行為と非難。インド外務省は1日、中国軍が両国国境の係争地で挑発行為を行ったと非難する声明を発表した。同省のスリバスタバ報道官は声明で、事業を得た防衛措置によりインド側は一方的に現状を変えようとする試みを阻止したと述べた。同国の当局者によると、インド軍はヒマラヤ地方ラダックの国境沿いで週末に中国が侵入を試みたとして部隊を4つの丘の頂上に配備した。同当局者は4つとも実効支配線のインド側だと告げ加えた。インド側の非難に対して中国側も同じように相手側を非難しています。中印紛争再燃、中国多大な損害を負わせるとインドに警告。中国国営メディアは人民解放軍が深刻な損害をインド軍部隊に与えうると警告した。これは中印両国間の国境紛争が8月29日からの週末にかけて再燃したことを受けたものだ。両国とも相手国が実効支配線を越えて不法侵入したと非難している。中国軍の西部戦区は8月31日、ヒマラヤ山脈地帯にあるパンゴン湖の湖岸でインド軍の部隊が実効支配線を不法に越えたと主張した。これに対しインド軍は31日、追加の部隊を派遣したのは現状を一方的に変更しようとする中国側の意図を未然に阻止するためだったと述べた。インド軍は自軍がこのような行動に至った理由は29日夜から30日朝にかけて中国軍の部隊が国境地帯で挑発的な軍事行動を行ったためだと主張した。中国共産党の機関紙人民日報系列の英字紙環球時報は9月1日、中国の領土主権を著しく侵害し、中印国境地帯の平和と安定を損ねるあからさまに挑発的な行動を非難する論説記事を掲載した。衛星画像を見る限り、実効支配線を越えて陣地を確保しているのは中国軍のようだ。中国軍はインドが自国の領土とする地域を占拠し、新たに支配下に置いた陣地を守るための要塞を建設しているように見える。生ぬるいモディにインドで怒りの声。インドメディアの報道によると、中国軍の部隊はインド領のうち約1000平方キロの地域を占拠しているようだ。野党のインド国民会議は1日、こうツイートした。ナレンドラ・モディ首相が中国の侵攻を非難し、具体的な手を打つまでインドはさらにどれだけ耐えなければならないのか。一方、環球時報は、インドが対峙しているのは強大な中国である点は指摘しておかなければならないと書いている。PLA 人民解放軍はこの国の領土を隅から隅まで守り抜くのに十分な兵力を要している。もしインドが勝負を挑みたいというなら、中国にはインドを上回る手段と能力がある。インドが軍事的対決を望むのであれば、人民解放軍がインド軍に対し1962年の時よりもはるかに深刻な損害を与えるのは確実だ。一方、トランプ政権とアメリカ議会はインド支持の姿勢を表明。中印国境での対立を中国のより広範な地政学的野心を示すものと位置づけている。中国政府とその傘下の国営メディアは、アメリカが自らの戦略的ライバルである中国の影響力拡大を阻むためにインドを自らの道具として使っていると主張している。中国とインドの双方がお互いを非難している状況で軍が睨み合っています。このような背景にあるのは6月に起きた軍事衝突なわけですが、
それを受けてインド側でも中国側の通信規格 5G やスマホの排除など進められています。インド、ファーウェイなど中国通信機器を排除へ。インドの関係省庁は同国の通信会社に対し、ファーウェイをはじめとする中国企業の通信機器を採用しないよう指示した。25日のイギリスフィナンシャルタイムズがインドの当局者、企業幹部の話として報じた。インド政府は書面ではこうした決定を示していない。フィナンシャルタイムズによると、インドの通信会社の幹部は匿名で、インド政府は中国の通信機器の採用を認めないだろうと指摘。この幹部は次世代の高速通信規格 5G の試験でファーウェイや ZE などを使うことをインド規制当局が禁じたと明らかにした。インド電気通信規制庁によると、同国の携帯電話の利用者は10億人に迫り、中国に次ぐ世界2位の規模だ。インドから排除されれば、ファーウェイなどへの打撃は大きい。今回インドのモディ首相は、まずインド国内における中国企業の排除というものを進めています。それはあくまでも政府の公式発表ではないものの、水面下で行われる中国排除の動きが確実に進んでいるよということが報道されているわけです。このような動きというものはビジネスだけを考えればインドにとっても大きな打撃のあることです。なぜならば現在のインドと中国とを比較した場合、経済規模が大きいのは中国の側であり、その中国の側からインドへと直接大量のお金が注ぎ込まれて、インド側としても大きな利益を得ているからです。しかし、今回中国とインドとの間には明らかにこれまでと違った緊迫感があり、そのためにモディ首相としては中国企業の排除というものを進めるようになってきているのです。その一因として語られるのが、まず第一に軍事的な衝突です。6月に中国とインドとの間で衝突がありました。その際には上官が銃器とは使わないようにという圧力をかけていたので、両軍ともに手にした武器というのは棍棒であったり石であったり、一般的な戦争として考えられる武器としてはかなり急性期のものです。しかしそのような武器であろうとも、兵士が殺す気で使えば当然のように人間は死んでしまいます。インド側の被害者は20人以上が死亡し、そしてそれ以上の負傷者が出ました。中国側が何人亡くなったかというのは公表はしていませんが、インド側と匹敵するかそれ以上の人数というものが亡くなったと考えられています。両国の間には国境が確定していない地域があるので、双方が陣取り合戦をするということ、それ自体は以前からありました。しかし、このような大勢の人間が亡くなるほどの衝突というものは近年稀に見るもので、インド側の中国への感情というものは非常に悪くなっています。そして、現在インドにおいては新型コロナウイルスによる被害というものが非常に大きいのですが、それ以上に大きいのが経済的なダメージです。全世界的に言っても、この新型コロナウイルスによる経済的なダメージは大きいのですが、インドの場合だとヨーロッパやアメリカが中心となった報道から考えると、多くの国から見過ごされているものの、被害者の数やその感染の広がりというものは非常に悪いものであり、経済への打撃というものは計り知れないものがあります。他にもインドでは砂漠飛びバッタの襲来やモンスーンによる水害など、国民にとってストレスのたまる出来事というものが立て続けに起こり続けています。このような状況で明らかに中国側の方が挑発してきていると感じているインドとしては、決して軍を引くということができないのです。そして政策としても中国に対して強硬に出るのが当然の流れなわけです。ですから今回のように中国企業を排除するということは、中国企業からの投資も同時に止まるということを意味し、ビジネス的には決して良い話ではないのです。しかしそれ以上に政治外交上において中国企業を排除しなければならないという、そうした事情がインド側に発生しているのです。中国側は近年目覚ましい軍拡を続けており、それによって中国側はインドに対しては圧倒的に優位であると考えていることが今回紹介した記事でもお分かりでしょう。このような状況においてインド軍がより優位な位置を築こうとしていることがまさに安全保障上の問題であり、経済の問題よりも先の問題としてインドとしては自国を守らなければならない状況なのです。インドのこれまでの外交というのは決して欧米とべったりくっつくようなことはしていません。常に地域大国として独立勢力であろうとしています。そして欧米と同盟を組んでいないような国々とともに、ある意味独立路線の勢力としての歩みを進めてきました。しかし今回のように中国と明確に軍事的な対立が深刻化し、そしてそれに伴って経済的においても中国と
明確に敵対するようなことを今始めているわけですから、日本やアメリカが進めているインド太平洋戦略上においても、よりインドを独立勢力から同盟勢力へと変えることが今期待されているのです。そうした意味で、安倍政権の進めてきたインド太平洋戦略というのは、これまで以上にさらに進展が可能な時期でもあります。日本の報道ではあまり触れられませんが、インド海軍と日本の海上自衛隊などが合同演習なども行うこともありますし、徐々にではありますが、インド側との友好関係というものは深まっています。中国側が自ら墓穴を掘るような形でインドを敵対化させているのであれば、こうした国際情勢上の変化につけ込む形でも良いのですから、したたかにインドを同盟側へと引き込んでいく、そのような外交政策が安倍政権を継ぐ人たちにも求められることでしょう。今のところ次期総理になるのではないかと見られているのは菅官房長官なわけですが、少なくとも外交政策においてこの安倍政権の行ってきたことというものを全くひっくり返すことはないでしょう。そうした意味においてインドとの友好関係を深めていくというこの基本路線は守られるはずです。決して日本では報道されない話ですが、国際情勢は常に動き続けており、評価されることはなくとも日本の外交というものは着実に前進が求められています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そしてチャンネル登録をしてもう長くなったよという方はぜひとも私のチャンネルのメンバー登録を行って私の活動をより支援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。